はいどうも、ヒューズの山根です。今回は僕が大好きなアンドブルメステールについて語る回ですね。2024年秋冬のアンドブルメステールそろそろ立ち上がる、スタートする予定ですので、その前にですね、最近のアンドブルメステールについてや、今のね、現デザイナーのステファノ・ガリーチ、あとはですね、最近僕が購入したアンドブルメステールのアイテムについてお話ししていこうかなと思っています。なので、今回は雑談会っていう感じなので、もう皆さんちょっと気軽に聞いていただければ嬉しいです。そして、この動画を見て少しでもアンドブルメステールについて気になってもらえれば、知ってもらえれば嬉しいです。まずお話ししていく前に、アンドブルメステールっていうね、このブランド名、ちょっとね、長いですし、言いにくいですよね。ですので、僕ね、今からアンって言いますね。ですので、皆さんもアンドブルメステールって言えればね、かっこいいんですけども、アンって呼んじゃってください。アンについて、ヒューズの YouTube チャンネルでね、これまであんまりお話ししてないんですが、以前お話ししたのは、おそらくですね、半年前、2024年春夏アンドブルメステール入荷第1弾の時だったと思います。それからね、半年経ったんですが、その動画では、アンというね、ブランドについてだったりとか、最近のアンのね、スタイルについてお話ししたかなと思うんですが、そもそもですね、今の現デザイナーのステファノ・ガリーチについてお話ししてなかったなと思いまして、今日ね、ご紹介しますね。で、ステファノ・ガリーチはですね、イタリア人でして、1996年生まれの今28歳です。もう、この年齢でね、僕びっくりしたんですけど、もうまさかのね、同世代、いや、年下ですよ。僕が今ね、30歳なんですが、アンをね、好きになって、かれこれですね、18歳ぐらいの頃から好きなので、10年以上も経っちゃうわけですが、僕がアンを好きになった時には、アンドブルメステール本人がですね、デザインをしてたんですが、もう時間が経つのが早いですね。僕よりね、年下のデザイナーが出てきちゃいましたね。ただね、ステファノ・ガリーチが作る洋服、めちゃくちゃかっこいいんですよ。それもね、後でご紹介するんですが、ちょっと話が脱線しましたね。話を戻しまして、ステファノ・ガリーチはイタリアのベネチア大学のファッションビジネス科を卒業した後に、ハイダー・アッカーマーにアシスタントで入ってるんですね。で、そこで経験を積んだ後に、アンドブルメステールに入ってるんですが、おそらくですね、アンに入った頃って多分2020年か2021年頃だと思うんですが、その頃のね、アン、僕がね、記憶にあるのは2021年秋冬頃からですね、メンズとレディースが一緒になってですね、コレクションを発表したりとか、ビジュアルを発表したりとかしたシーズンですね。その時にはブランドの創設者、アンドブルメステールが退任して、次のデザイナー、セバスチャン・ムニエが就任して、もうそこから退任してデザインチームで洋服作りを始めている頃ですね。ただ、このデザインチームで洋服作りを始めた頃がですね、僕の中では、今のアンドブルメステールになった転換期と言いますか、僕らでは新生アンドブルメステールとか言ってたりするんですけど、本当にですね、その2021年秋冬頃からですね、もうちょっとシルエットが若干ルーズなサイズになったりとか、あとはですね、これまであまりアンではね、出てこなかったデニムのアイテムをね、中心にスタイルを組んだりっていうね、ちょっとね、雰囲気がね、変わってきたんですね。ブランドの転換期っていうのをですね、ステファノ・ガリーチはね、経験しているんですが、で、そのデザインチームがですね、デザインしてた後にですね、このアンドブルメステール、好きな方はですね、ご存知かと思いますが、2023年秋冬にルドビック・ド・サンセルナンというですね、デザイナーが就任するんですが、わずか1シーズンで退任しちゃうんですね。その1シーズン退任した理由っていうのは、わからないんですけど、おそらく、これはね、僕のあくまでも憶測なんですが、アンはですね、アンというブランドをですね、守りたかったのかなと思うんですね。で、どういうことかと言いますと、そのルドビックがデザイナーを務めた1シーズンのアンっていうのは、どっちかというと、今思うとですね、ルドビック色が強かったのかなとね、思うんですね。ということはですね、やはりこのままルドビックがデザインをし続けるとですね、アンらしさというよりはですね、ルドビックのですね、雰囲気に持っていかれちゃうっていうね、そういう懸念がね、あったのかなと思います。そういう意味でですね、ブランドを守りたかったってね、僕は言ったんですが、もうこれはね、あくまでも憶測ですね。もう皆さんはね、退任劇どう思いましたかね。そんなね、退任劇があったんですが、その後にですね、2024年春夏にステファノ・ガリーチがアンドブルメステールのデザイナーに就任するんです。そして、今シーズンの2024年秋冬シーズンですが、もう彼自身ですね、2シーズン目なんですね。ステファノ・ガリーチ自身がですね、インタビューで言ってたんですが、やはり何をするにしてもですね、2回目っていうのはその人のポテンシャル、本物かどうかっていうのをね、試されるっていう風に言ってたんです。なので今シーズンはですね、めちゃくちゃ気合が入ってると思うんですけど、もう本当にね、その通り、コレクション見たんですが、めちゃくちゃかっこよかったですね。
で、やっぱりね、かっこいいって言ったらですね、抽象的なんですが、どこがね、個人的にね、いいなと思ったかと言いますと、やっぱりね、アンらしさ、アンをする要素として、ドレープ感、モノトーン、レイヤードっていうのがあるんですけど、このね、要素を持ちつつもですね、新しさっていうのがあったんですね。で、最近のね、新生アンドブルメステールっていうのは、ブランドの30年以上の歴史、そしてですね、今の時代、今のファッションシーンっていうところをですね、融合している。そこにですね、ステファノ・ガリーチは、若い世代のこの新しさ、新鮮さっていうのをですね、組み込んだのかなと思います。具体的にはですね、ドレープ感だったりとか、レイヤード感、モノトーンっていうところなんですが、レイヤード感に関してはですね、今シーズンのコレクションを見てもらうとですね、アンらしいジャケットスタイルっていうのはあったんですが、そのね、スタイルっていうのはですね、新しかったんですよ。で、どういうことかと言いますと、昔のね、これまでのアンっていうのは、どっちかというと、洋服を重ねてレイヤードを作る。シャツ、ベスト、ジャケットっていうスタイルが多かったんですが、ステファノ・ガリーチが作るジャケットスタイルっていうのは、インナーにニットだったりとか、カットソー、そしてですね、アクセサリーをつけてレイヤード感っていうのをね、表現するんですね。アクセサリーもですね、ちょっと流れるようなドレープ感があるもの、垂れてるものだったりとか、それこそ最近のアンの洋服についている黒い紐なんかもそうですね。黒い紐でドレープ感っていうのを表現しているんです。そしてですね、今シーズンに関してはドレスとカジュアルのバランスっていうのが新しくてかっこよかったんですね。このカジュアルっていうのはですね、いわゆる日常的に着やすい洋服ではなくてですね、例えばネグリジェ、パジャマをですね、用いて、その上からですね、かっこいいレザーを着る。そのバランス感ですよね。今までのアンドブルメステールにはなかったレイヤード感合わせだったと思います。で、しかもですね、ステファノ・ガリーチは最近ですね、若いアーティストにですね、アンドブルメステールの洋服を着て写真を撮ったりとか、ビジュアルをですね、発表したりしているんですね。ただ、若い世代にも来てもらうんですが、最近ではもうロックのね、大御所、マリリン・マンソンなんかもアンの洋服を着ていましたね。ということはですね、もう今のアンドブルメステールって、より着てもらえる幅、年齢層、幅がですね、広くなっているんだと思うんですよ。で、昔のね、アンドブルメステールを好きな方もですね、今のアンをね、好きになってもらえると思いますし、アンをね、知らないって方もですね、もうぜひね、洋服に触れてみてください。で、あとはですね、コレクションランウェイで使われてた音楽なんかもですね、新しかったですね。ヌフボワというですね、フランス人アーティストを起用してたんですが、その人が作る、音楽っていうのは、テクノミュージックっていうジャンルに位置するんじゃないかなと思うんですが、複雑な音の表現をしているんですが、そこをですね、音楽っていうのもですね、新しくて、そしてですね、モードっていうのをですね、僕は感じましたね。やっぱりモードっていうのは最先端って意味ですので、そういうね、若い世代、新しい音楽、新しい洋服の見せ方っていうのをですね、最近のアン、そしてステファノ・ガリーチは提案しているのかなと思いますね。で、そしてですね、最近のアンドブルメステールのスタイルといえば、ジャケットスタイルはもちろんなんですが、デニムアイテムっていうのもですね、ポイントの一つなんですね。これまでね、アンはデニムアイテムを出してたんですが、そこまでですね、強くは推してはなかったんですが、最近はデニムジャケットだったり、デニムブルゾンっていうのをですね、もう毎シーズンリリースしているんですね。それこそ今シーズンもですね、ヒューズではデニムアイテムをね、取り扱うんですが、ここでですね、最近僕が購入したアンのですね、アイテムをご紹介してもいいですか？それがですね、今日着ているこちらのデニムブルゾンですね。このデニムブルゾンはもう最近ね、もう毎シーズン春夏秋冬関係なくリリースされているもうアイテムでして、これまでの僕のね、ファッション歴の中でデニムっていうアイテムにね、あんまり触れてこなかったんですが、アンが作るデニムはですね、もうやっぱり一味違いますね。一般的なカジュアルなね、イメージのあるデニムっていうのをモードに落とし込んでいるんですね。それこそ僕が着ているこのね、デニムブルゾンもそうでして、やっぱりブラックで作ったりとか、最近のアンがね、この紐をつけたりとか、そしてですね、シルエットも若干ルーズですね。少し肩幅が広めで、着ると肩が若干落ちる感じ。デニムブルゾンでもアンっぽさ、アンらしさっていうのをですね、めちゃくちゃ感じるんですよね。で、そこがね、やっぱりすごいなとね、思いますね。ですので、ぜひね、皆さん、アンのね、デニムにチャレンジしてもらいたいなと思いますし、もちろんですね、これまでアンを好きだった方はですね、お持ちのね、アンドブルメステールのアイテムにデニムのアイテムを合わせてみたりとか、デニムブルゾンにスラックスとか合わせてもらってもかっこいいですね。で、あんまりですね、僕の購入品のね、話をしたりとか、デニムについて話をすると、もう一本動画が撮れるぐらいですね、長くなっちゃうので、これぐらいにするんですけど、何が言いたいかと言いますとですね、もうぜひね、今のアンドブルメステールの洋服に触れてみてください。そしてですね、着用した時のですね、アンのね、スタイル、雰囲気っていうのをですね、もう感じ取ってもらいたいですね。
今日はですね、僕山根が案を語る回でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。では次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。